ずんだもんと紬のパソコンパーツ発掘隊。スーパーなフロッピーなのだの巻。紬、どうしたんですか？パソコンを貸してほしいのだ。何に使うんですか？宿題で必要なのだ。これならいいですよ。これなのだ。ウク主が作った令和最新版ですよ。ならこれでもいいのだ。これに必要なデータが入っているらしいのだ。フロッピーディスクですね。これはどうやって使うのだ？この穴に差し込んで使うんですけど、今は無理ですよ。どうして無理なのだ？ターンズの修理に使ったから、フロッピードライブが入ってないんですよ。ならタウンズを使うのだ。修理中だから無理ですね。それは困ったのだ。何か方法はないのだ？あるといえばあるんですけど、どうするのだ？少し待っててください。わかったのだ。ありましたよ。これは何なのだ？外付けのスーパーディスクですね。スーパーディスクって何なのだ？スーパーディスクは 120MB のフロッピーですね。従来のフロッピーは 1.44MB しか入らないですから。それは少ないのだ。そこで代替としていろいろな次世代ディスクが作られたんです。スーパーディスクもそのうちの一つですね。なるほどなのだ。松下電器が中心となって開発されました。松下電器？現在のパナソニックですね。そちらは知っているのだ。それぞれのディスクには一長一短があって、どの陣営のもいまいち流行らなかったんですけど、スーパーディスクには大きな利点があったんです。それは何なのだ？従来のフロッピーとの互換性、つまり普通のフロッピーも読み書きできるんです。ということはこれも使えるのだ。そういうことですね。それは良かったのだ。早速試してみましょう。電源と USB コネクタをつないで、スイッチオンなのだ。Windows 98にしましょうか。起動したのだ。マイコンピュータ開きますね。おかしいですね。どうしたのだ？フロッピードライブがないんですよ。デバイスマネージャーを確認しましょう。ディスクドライブはシステムの C ドライブだけですね。USB デバイスを調べてみましょう。ルートハブには接続なしと。やっぱり認識されてないみたいですね。とりあえずシャットダウンしましょう。使えるのだ。認識してないので壊れているみたいですね。修理するのだ。無理ですよ。それは困るのだ。ちょっと確認してみますね。わかりましたよ。どうだったのだ？ USB 変換の部分が壊れたので封印していたみたいですね。治らないのだ。アトリエが忙しいので無理みたいですね。ゲームかよ。中身を取り出して直結すれば使えるかもとは言ってましたね。どういうことなのだ？これの中には内蔵用のドライブが入っているので、ケースから取り出して IDE でつないでやれば多分使えるみたいです。それをやってみるのだ。というわけで分解してみました。工程は省略なのだ。動画が低画質でボツになりました。これが中に入っていました。これを直接取り付けるのだ。そういうことになりますね。裏側にあるこのコネクタに IDE ケーブルをつなぐんです。つないでみるのだ。その前に優先度の設定が必要ですね。ME のところに刺さっているジャンパーを抜いて CS のところに差し込むんです。何の意味があるのだ？ケーブルの位置に合わせて優先度が変わるんです。なるほどなのだ。
スーパーディスクドライブを 3.5 インチレイに差し込んで IDE ケーブルを接続して、フロッピー用の電源も接続してネジ止めしたら出来上がりですね。これで使えるのだ。電源を入れてみましょう。ちゃんと認識しているみたいですね。 LS120 と書いてあるのだが、スーパーディスクの別名ですね。そうなのだ。ちなみに 240MB になった LS240 もありましたね。2倍になったのだ。あまり売れなかったみたいですけどね。それでは起動を続けますね。ログオンするのだ。デバイスマネージャーを確認しましょう。今度は認識しているみたいですね。A ドライブとしてマウントされているみたいです。やっと使えるのだ。ディスクを読めるかは分かりませんよ。なので調べてみましょう。まずは普通のフロッピーを入れてみましょう。自動で中身が開きましたね。中のファイルも表示されてますよ。プロパティを開くと 1.44MB になっていますね。 1.38MB と書いてあるのだが、仕様です。ドライブのアイコンを右クリックしてメニューから取り出しを選ぶとディスクを吐き出したのだ。自動取り出し機構も動作しているみたいですね。それは良かったのだ。次はスーパーディスクをテストしてみましょう。こちらも自動で開きましたね。空っぽなのだ。新品なので空っぽですね。プロパティを開くと 120MB で認識されてますね。こちらも取り出しを実行するとまた吐き出したのだ。ちゃんと動作しているみたいなのだ。書き込みできるかは分かりませんよ。なので検証が必要です。またテストするのだ。画面が狭いのでゆっくりしましょう。ゆっくりしていってね。なぜ2画面にしたのだ。比較が必要だからですよ。何の比較なのだ。テストを開始します。テスト用に 100MB のファイルを用意したので、これをスーパーディスクにコピーしてみましょう。キャッシュの挙動を揃えたいので、コピーには Fire ファイルコピーを使用しますね。右上の数字は何なのだ。テスト中の現在時刻が表示されています。開始時刻は0時と3時ということですね。夜中なのだ。そうですね。クソ長いので4倍速にしますね。なんか左側の画面が動いていないのだ。ディスクへの書き込みは行われているので、画面が止まっていても問題ありませんよ。それはどうなのだ。もう少し見ていればわかりますよ。わかったのだ。左側の時計が変化したのだ。ハードディスク側からテストファイルを読み込む間、スーパーディスクの書き込みが休んでいるからですね。人間の時間的には一瞬ですけどね。不思議なのだ。また進んだのだ。さっきと同じくテストファイルの読み込みですね。なぜ書き込み中は画面が止まるのだ。Windows 9X の仕様ですね。フロッピーにアクセス中は応答を待ち続けているので、他のタスクの処理が止まります。マウスカーソルなんかは例外ですけど、おかしな仕様なのだ。同期転送だとかポーリングと言われるやつですね。シングルタスクの時代なら割と普通のことですよ。スーパーディスクの場合でもそれを引き継いでいるんです。なるほどなのだ。でも右側の画面は休まず動いているみたいなのだ。Windows NT だからですね。NT の場合は OK と待っていても無駄なので、他のタスクに CPU 時間を割り当てる方針なんですよ。ドライブ側から連絡があれば対処する。なので基本的に他の作業が止まることはありません。お利口なのだ。ただ
かし NT の方式にも欠点があるんですよ。それは何なのだ？ディスクアクセスのタイミングが取りづらいとこですね。ドライブを管理するタスクも自分勝手で動いているので、都合の良い時に CPU 時間をもらえるとは限りません。つまりリアルタイムでは監視できないんです。なので回転数に依存したソフトはうまく動きません。なるほどなのだ。ちなみに噂レベルですけど、 NT でフロッピーを書き込むと壊れやすいという話がありましたね。それは良くないのだ。どっちにしろフロッピーなんてよく壊れるものなので、しっかりバックアップしましょうね。わかったのだ。接触型メディアの宿命ですね。そろそろ完了するので速度を戻しますね。98が先に完了しましたね。勝ちなのだ。所要時間は10分52秒でしたね。書き込み量は 100MB ですから毎秒 1.5MB といったところですね。まあスペック通りでしょう。超遅いのだ。普通のフロッピーの3倍早いですよ。容量が100倍近くあるのだ。続いて NT も完了しました。負けなのだ。22秒差といったところですね。全体が11分くらいなのでまあ僅差ですね。どちらも遅かったのだ。これが普及しなかった一因かもしれませんね。流行らなかったのだ。初代 iMac 用の外付けフロッピーとしてはそこそこ売れたんですけどね。デザインもそれっぽいのだ。スーパーディスクのドライブとして使われることはあまりなかったみたいですね。それは残念なのだ。すでに CDR や MO なんかもありましたからね。 MO って何なのだ？いつか紹介しますよ。多分。動作確認できたのでシャットダウンしますか。そうするのだ。そろそろ元に戻るとしましょう。変身解除なのだ。書き込みテストでも異常なかったみたいですね。それは良かったのだ。ところで宿題というのは何だったんですか？確かこのフロッピーから起動して起動してフロッピーに Windows 3.1 をインストールしなさいと言っていたのだ。おかしな宿題ですね。脚本家に言うといいのだ。ちなみに Windows 3.1 をインストールするにはハードディスクが 25MB 以上は必要みたいですね。フロッピーは 1.44MB なので入らないですよ。そこでこれの出番なのだ。面倒なので無理ですね。やるのだ。そもそもスーパーディスクに 3.1 をインストールするなら起動用に別のフロッピードライブがないと無理ですよ。こたつの下からこんなものを見つけたのだ。それはトムキャットの3モードドライブ。3モードって何なのだ？3モードドライブは文字通り3種類のフォーマットが使えるフロッピードライブですね。日本の場合だと TC98 や FM ターンズで使われる 1.23MB に対応したドライブですね。ガラパゴスなのだ。海外の場合だと違って 2.88MB の 2ED が読めるドライブのことを指します。日本国内ではほとんど見かけませんけどね。なるほどなのだ。ところで何の話でしたっけ？ Windows 3.1 をスーパーディスクに入れるのだ。そうでしたね。まずはこのドライブをパソコンに接続する必要がありますね。そうなのだ。ということはこれが必要になりますね。これは何なのだ？どう見てもドリルですね。後やすりもあります。それは見ればわかるのだ。ちなみに似ていますがではありません。なぜこれが必要なのかということなのだ。インパクトドライバーで鉄に穴を開けると霧が潰れます。穴の位置もずれやすいですね。違うのだ。そうじゃない。それはさておき、ドライブベインに合わせると位置がずれるからですよ。奥のネジ穴に合わせると引っ込みすぎます。手前のネジ穴に合わせると飛び出してしまいます。どちらも格好悪いのだ。なのでドライブベインの加工が必要になります。わかりましたか？なんとなくわかったのだ。では始めましょう。まずは必要な位置に穴を開けます。最初は細めの 2mm で開けてだんだん太くしましょう。4mm になったら OK ですね。わかったのだ。
紙なんかを敷いておくと掃除が楽になりますね。多分。続いて表側ですね。できたみたいなのだ。次は何をすればいいのだ？思ったんですけど、単なる丸穴よりも横長のスライド穴の方が調整できて便利ですよね。横長の穴なのだ。なのでもう少し加工しましょう。まずはドライブベイを取り外す必要がありますね。リベットで固定されているのでドリルで穴を開けましょう。ある程度開けると頭が外れるのでリベットを抜くことができます。これをリベットの本数分繰り返しましょう。全部取れたのだ。よくできましたね。次はどうするのだ？穴を増やしてヤスリで横に広げてつなげましょう。ギリギリまで近くに開けておくと楽ですね。最初のうちは半丸ヤスリや三角ヤスリを使うと楽ですね。そうするのだ。穴がつながったら平ヤスリを使って溝の幅を整えましょう。削りすぎるとダサくなりますよ。できたような気がするのだ。それで OK ですね。あとは針を取って塗装したら完成ですね。かなり疲れたのだ。ではケースに戻しましょう。リベットは不便なのでネジ止めにしますね。了解なのだ。フロッピードライブに配線を済ませたらちょうどいい位置にネジ止めしましょう。カバーを取り付けたらこんな感じですね。ぴったりになったのだ。後鉄子はちゃんと掃除しましょうね。残っているとショートしたり出荷の原因になりますから。ケースの中は特に念入りに取りましょう。ガムテープを外向きに丸めるとくっつきますよ。これは便利なのだ。ということで完成したので私はそろそろ寝ますね。まだ終わっていないのだ。ケースの加工なら終わりましたよ。そもそも本題が始まってもいないのだ。そんなものもありましたね。やるのだ。仕方ないですね。まずはフロッピーを入れて起動してみましょう。ちなみに間違って書き込むと復旧するのが面倒なのでハードディスクは取り外してあります。 MS-DOS が入っていますね。 MS-DOS？ マイクロソフトディスクオペレーティングシステム、略して MS-DOS になります。なるほどなのだ。 Windows が登場する以前の OS ですね。コマンドラインベースなので主にキーボードで操作します。なんか難しそうなのだ。というわけでドライバーも入ってるみたいですね。スーパーディスクは C ドライブになっています。起動が完了したみたいです。コンフィグシスの中身はこんな感じですね。初期状態にスーパーディスクと CD のドライバーを追加しただけです。オートエグゼグバッジの方も CD を組み込んだだけですね。謎なのだ。スーパーディスクを初期化してみましょう。フォーマットコマンドで C ドライブを指定して、長いのでクイックフォーマットを指定して、ついでにシステムファイルも転送しましょうか。完了したみたいなのだ。クイックフォーマットなのですぐに終わりましたね。適当にボリュームラベルをつけたら準備完了ですね。一応中身を見ておきますか。 DAR コマンドに A スイッチをつけると隠しファイルも表示されます。4つのシステムファイルが入っていますね。なるほど、わからんのだ。次は MS-DOS6.2 のインストールなんですけど、スーパーディスクはハードディスクではないのでインストール先には指定できないみたいです。どうするのだ？インストール済みのものを CD にバックアップしてあるのでこれをコピーしましょう。インチキなのだ。動けばいいんですよ。というわけで X コピーコマンドを使って丸ごとコピーしましょう。5分かかるので超加速で30倍速なのだ。終わったみたいですね。できたのだ。これで再起動すれば MS-DOS が起動するはずです。再起動するのだ。起動画面は大差ないのでささっと流しましょう。8倍速なのだ。起動しましたね。さっきと変わらないのだ。コマンドプロンプトが C ドライブになってますよ。試しに DOS シェルを起動してみましょう。
ドスシェルとは何なのだ？ MS-DOS 用の簡易的な GUI ですね。これを使うとファイル操作が多少グラフィカルに行えます。ドライバーを入れたらマウスでも操作できます。それは便利なのだ。機能は限られてますけどね。画面はこんな感じですね。シンプルなのだ。Windows のファイルマネージャ的なものですね。今風に言うならエクスプローラーですかね。そちらは知っているのだ。フォルダやファイルを選ぶとファイルの操作が行えます。実行ファイルの起動も可能です。ということでデフラグを起動してみました。スーパーディスクの C ドライブを調べてみましょう。デフラグ？ディスクのアクセスを効率化する神のツールですね。ディスク上のデータを整列させてランダムアクセスを減らします。ランダムアクセスは桁違いに遅いですからね。詳しくは前回の動画を見てください。ビッグフットの回ですよ。宣伝打つ。今のところ断片化していないみたいですね。初期化してファイルをコピーしただけなので、そろそろ Windows のインストールを始めましょう。やっとなのだ。インストーラーの起動は CD に入っているセットアップ EXE ですね。これも長いので加速しましょう。多分次回の動画も同じ作業をやるのでネタバレ打つ。50倍速なのだ。じっくり見たい場合は再生速度を落としてください。順調なのだ。そうみたいですね。そろそろ完了ですね。インストールが完了したので再起動しましょう。さっきと変わらないのだ。自動起動の設定をしていませんからね。リンコマンドを実行すると Windows が起動します。なんか出たのだ。3.1 の起動画面ですね。これがプログラムマネージャー、いわゆるランチャーですね。スタートメニューみたいなものですね。バージョン情報を開くとこんな感じです。メモリとリソースの残量が表示されています。うちのチャンネルのミーの動画のあれですね。バージョン情報を閉じまして、こちらがファイルマネージャーになります。ファイルを操作するアプリですね。さっき話してたやつなのだ。プログラムマネージャーはグループ分けされているので、例えばアクセサリーを開くと時計や電卓が入っていますね。アプリをインストールすると自動でアイコンが追加されます。自分で好きなものを登録することも可能ですね。今時のスタートメニューより使いやすい気がするのだ。そんな気はしますね。ちなみにゲームのグループを開くとおなじみのソリティアも入っていますね。ということで課題は達成した感じですかね。そうみたいなのだ。 120MB のフロッピーなら Windows 3.1 も入るということですね。 MS-DOS を入れるのに裏技が必要なのと微妙に読み書きが遅いですけどね。使えなくはないのだ。 1.5MB 毎秒なので当時のハードディスクと比べると少し遅いかなと。ちなみに2倍速のドライブもあるんですけど、なぜそれを使わないのだ？コネクタが特殊で接続できないんです。信号自体は IDE のままでスリムの光学ドライブと同じコネクタですけどピン配置がずれているのでつなぐと思います。大惨事なのだ。それから積みが半分なので取り付けにも工夫が必要ですね。マウンタと変換基板をセットにしたものが内蔵用 LS240 ドライブとして売られていたみたいですけど実物を見かけたことはありませんね。そもそも 240MB のドライブ自体が売れてないと言っていたのだ。そうですね。もともと iMac がフロッピーを搭載していなかったことによる特需なので LS240 が出る頃には沈静化していたわけです。というわけでこれくらいにしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうなのだ。コメントやチャンネル登録よろしくお願いします。また見るのだ。